やだ、マシュレです。今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね。スクバスの攻略サイト紹介ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、少し前の動画でね、紹介したスクワットトラッカーというサイトなんですけど、結構ね、攻略サイトとしては充実してて、自分のプロフィール詳細に見れたり、あとはね、宝箱ですね。次の試合を遊ぶと、どんな宝箱がもらえるの、そういったところがね、知れたりする。結構いい攻略サイトなので、今回はちょっとこのサイトをね、紹介させていただきたいと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでスクワットトラッカー紹介していきましょう。まずこちらのサイトの URL っていうのと、開発してる方の X ですね。そちらは概要欄の方に入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、こちらのサイトなんですけど、スクバス公式が作っているというよりは、スクバスの、ファンコンテンツの一つということで、APA を使って、作成しているというところで、プライバシーポリシーをぜひ、その辺気になる方はね、一読してみてください。そちらも概要欄に入れておきます。はい、ということで、サイトの紹介やっていきましょう。で、今回は、自分のプロフィールを見ていこうっていうところですね。全部紹介するとマジで長くなるので、今回は自分のプロフィールをどう見るかっていうところね、ちょっと中心にやっていこうと思いますので、本当にもうちょっと紹介したいところあるんですけど、また別動画でっていうところでね、やっていきましょう。まずは、サイトに行くと、こんな感じで、Welcome to Squad Tracker とあります。で、スクバスの、プレイヤー ID を入力しましょう。ここにね、入力って書いてあるんですけど、プレイヤー ID の確認方法は、ゲームに入っていただいて、右上の3本線をタップ、そして詳細設定ですね。こちらをタップして、下の方に書いてあります。真っ白の場合は、8-48113ということで、スクワットトラッカーの方にこんな感じで入力してあげて、GoTo プロフィールを押してあげると。はい、そうすると、このような形でプロフィールが出てきます。で、これはね、もうデータ連携してるので、非常に正確なものだと思いますが、このね、今回はプロフィールを見ていく、そんな動画にしていきたいと思います。まずはね、このアイコン、これはね、ランダムでキャラクターが設定されるので、特に気にしなくていいと思いますが、はい、この辺のプレイヤーネームからね、見ていきましょう。プレイヤーネームは一緒ですね。そしてさっき入力した ID が書いてあります。トロフィー、これは今のシーズンの今のトロフィー数っていうのをね、記録しています。これ1試合やってトロフィーの増減があった時ね、もう一回このサイトを読み込んでみると変わってると思います。で、その下にあるこのマッチっていうのは、この全試合ですね。遊んできた全試合。真っ白の場合は21,447試合遊んだことがあるそうです。で、この右側のインフォメーションマークなのかな、はい。押してあげると、さらに詳細が出てきて、この21,447試合を全部1試合あたり4分でざっくりと計算すると上に書いてありますね。59日と13時間ということで、これまでの遊んだ時間っていうのがね、見ることができます。で、ここで押さえていきたいのが、21,447っていうのは、エメチキランとかもあるし、この前でいくと、クラッシュオブクラブとかね、ああいったモード、1試合4分で計算してるので、そこのズレはあると思いますが、ざっくりと59日遊んでるっていう情報は見れてちょっと面白いなとは思いました。で、ここの下に書いてある221っていうところは、連勝記録ですね。スクバス前はね、連勝記録っていうのがあったんですけど、その時に取っていた記録っていうのが書いてあります。で、この左側のこの XP っていうのは、経験値ですね。XP を持ってるからっていうのはあるんですけど、はい、経験値こんな感じで書いてあります。右側見ていきましょう。ワールドジャーニー。ここは分かりやすいですね。今あなたが、どこまで進んでいますってところで、真白はもう宝物庫の方にたどり着いているので、全部のワールドをコンプリートしてる感じではあるんですけど、そこに合わせていただくとね、今ラバワールドのトータル PE っていうのがポータルエネルギーですね。はい、必要なポータルエネルギーが 114,290 あるんですけど、そのうち 114,290 集めてますよ、みたいな感じで書いてあります。なのでね、最近スクバスを始めた方とかは、ここがね、今どのくらい進んでますよっていうのが、直感的に分かるっていうのは非常に分かりやすいと思います。で、その右側っていうのがトレジャールームということで、これが宝物庫ですね。はい、宝物庫なので、このワールドジャーニーを180まで行った人は、今ね、トレジャールームこっちについてると思いますが、トレジャールームの今、地下8階っていうところにいて、今どれくらいの場所に進んでますよっていうのがここに書いてあります。これはね、ゲーム内の方からも確認できるんですけど、一応この攻略サイトでも確認できます。直近で言うとね、新ワールド追加されそうなので、また新ワールドが追加された頃にはね、ちょっと見てあげるっていうのも面白いかもしれません。で、この左下の方にトロフィーマークがあるんですけど、これ何なのっていうところなんですけど、これまでのシーズンでスクワットリーグで世界10位以内にフィニッシュしたことがある人にはこういうバッジが付けられています。これはね、このサイト特有のものというかね、ゲーム内にはこれまでの世界ランカーみたいな感じなのはないんですけど、はい、このサイトは記録をつけてくれているっていうのがあって、真っ白の場合はシーズン5の時に世界2位だったっていうのがあるので、はい、その辺を記録してくれてるっていうのが非常に嬉しいですね。ということで、下のね、この辺の項目ざっとね、見ていければと思います。まずはこのね、一番最初のところ
ろね、やっていきましょう。ここはさっきの21,447ってとこで、これまで試合した数っていうのが表示されていて、そのうち、この黄色の方ですね。黄色の方、ランクドって書いてあるところは多分ね、スクワットリーグの遊んだ数なんですよね。21,447のうち16,781っていうのは、スクワットリーグを遊んでいる。で、それ以外は、4,666試合。多分ね、そうだと思います。間違ってたらね、申し訳ないけど。で、ここは1位を取った、このパーセンテージですね。まあ、だから勝率っていうところかな。はい、1位を取るっていうのは、まあ、真白の場合は 48.9% っていうところがあるので、おおよその目安、まあ、4割5割っていうところで、10回遊べば確かにスクワットリーグ4回5回は1位取れるんじゃないかなっていうのがあるので、まあ大体の目安としてはいいと思います。で、この1位率っていうのですけど、まあエメチキランとかも多分ね、計算されているというか、データ上仕方ないっていうところがあったりして、エメチキランって遊べば絶対1位でカウントされるので、その辺のなんかね、めちゃめちゃ正確にデータを知りたい人っていうのはね、気になるかもしれませんが、まあざっくりとでもね、4割5割っていうのはね、合ってるかなと思います。で、パーティーマッチをそのままパーティーマッチで、これはね、フレンドとチームを組んで遊んだ時の回数っていうのと、全体を占める割合ですね。はい、どれくらい遊んでるかっていうのが見れます。で、その下見ていきましょう。これは今のトロフィー数、今の全部の試合数、そして、ここが1位を取った回数、そしてトータルウィンっていうところが3位以上なのかな ?3 位以上取った回数で合ってるのかなで、下の方がこれまで集めたエメラルドの数、そして1試合あたりどれくらいエメラルドを集めるかっていう平均値。これまでキルしてきた数、プレイヤーキルした数、これ多分ね、ボットも含まれてると思います。1試合あたりどれくらいキルするかっていうのも、まあ、書かれています。で、この下にちょっとね、ちっちゃく黄色い文字でトップ 15% とか、トップ 2% とか書いてあるのは、今のトロフィー数っていうのが、まあ、全プレイヤーの中で多分ね、トップ 15% とかそういったところだと思いますね。この辺は多分トロ上げしていくとね、結構変わると思いますし、例えばね、エメラルドを取った数っていうのも、トップ 1% っていうところに入ってくるっていうのが、あると思うんで、はい、この辺は、まあ、見ていただければと思います。で、次にこのね、アザーズってところですかね。はい、その他のデータ見ていきましょう。この辺も、まあ、書いてあるとですね、ボス、バスティッドなんで、ボスを倒したこれまでの数とかね、バトルなんで、これは1試合平均なのかな ?1 試合どれくらいボスモンスター倒しますよ。まあ、だいたい 3.9 ってところなんで、3対4体は倒してますよ、みたいな。で、トータルメガの数とか、あとはスーパーボスなんで、なんていうの、スーパー SP とか、釣り試合とか、ああいったところになるのかなの数だったりとか、それを倒す平均値とか、で、トータルフュージョンっていうところですね。これフュージョンっていうのは、まあ、スクバス 1.0 からね、引き継がれてると思うので、まあ、13万っていう数字になってると思うんですけど、まあ、そういったところのデータも見ることができます。で、右側のレコードっていうところなのかな。これまでのシーズンで一番トロフィーを稼いだのは 32,312 も稼いでるそうですね。はい。まあ、そういったシーズンがあったっぽいです。で、次は、1試合で集めた最高エメラルド5166。これもね、エメラルドがめっちゃ稼ぎやすいイベントとかあったんでね、その時に稼いだ数ですね。で、次のこの項目っていうのが、1試合で、獲得した最大スクワット60体ってところかな。これはね、まあ、スクバス 1.0 は、今みたいにね、11体でソールドアウトっていうわけじゃなくてね、結構何体も何体も増やしたっていうところがありましたから、その時の、まあ、名残が残ってるのかなと。ね、1試合で最大フュージョンさせた数っていうのも、まあ、40体ってこれもね、スクバス 1.0 の名残ではあります。はい、っていうところでここは閉じて、次、チェストサイクル見ていきましょう。ここが宝箱の、次何が出るかっていうのを見ることができるので、まあ、最近スクバスを始めた方とかね、まだカンストしてない、キャラカンストしてない人はね、見ていきましょう。で、上に書いてあるのが、試合をして宝箱を開けた数っていうところで、まあ、試合をすればね、宝箱、試合の報酬でもらえると思うんですけど、その数ですね。で、ここのサイクルっていうのが、まあ、60個のね、このサイクルで回ってるんですね。左上から始まって、まあ、順番に宝箱を開いていくわけなんですけど、60個項目があって、そのうちの今39番目を取っていますよっていうところなんでね。はい、ネクスト、レアチェストって書いてあるんですけど、そういったところの、はい、見方になります。で、ここのネクストチェストっていうのが、まあ、次来る宝箱、その先の、まあ、5箱くらいはね、見やすく表示されています。宝箱全体のこの流れっていうのはこういう順なんでね。はい、今宝箱を開けると、レア宝箱が来て、その次の試合では、ノーマル、ノーマル、ノーマル、レア、ノーマル、続いていく。そんな感じで、ね、見やすいかと思います。まあ、この辺は、逐一チェックしながらね、次レア宝箱が来るから、倍チケット使って、なんかキャラを狙ってあげようとか、そういったことがね、できるので、はい、おすすめでございます。次がヒーローラインナップ見ていきましょう。これはね、今セットしているラインナップが見ることができます。はい、ババキンの場合は、ラフスメイビスをセットしていて、で、コインストックとクロニアドルをセットしている。この辺がね、確認できると思います。で、ババキンの方にちょっとね、表示合わせると、今の育成状況なんかも見れたりして、まあ、これもね、正確ですよね。ちゃんと、ババキンカンストしてるよっていうのがね、わかると思います。で、この辺クリックすると、まあ、アーチャークイーン、ロワイヤルキング、モーティスとかね、見ることができて、まあ、モーティスなんかね、育成し始めたので、まあ、この辺りだしっていうところをね、
ね、確認できます。で、これね、もちろんなんですけど、プレイヤー ID さえ分かっていれば他人のプロフィールも見ることができるのでね、この人どんなヒーロー使ってんだろうとか、そういったところもね、確認できます。で、その下のスクワットコレクションっていうところを見ていきましょう。ここはね、サブキャラの育成状況を見ることができます。はい、アンロックって書いてあるので、解放してる数ですね。37体のうち37体解放していますよと。37体のうちどれくらいカンストさせているかっていうところですね。これも、まあ、真白は37体カンストしているので、37分の37となっておりますが、キャラの育成状況をね、パッと見ることができます。で、それを各レア度ごと。コモンっていうのはノーマル。で、レアはレア。エピックっていうのがスーパーレアっていうところでね、それぞれどんな感じで、このウルトラっていうのが星4ですね。で、このアルティメットっていうのが星5ですね。はい、っていうところで見ていただければと思います。で、その下にはね、細かくキャラクターごとに見ることができて、まあ、バーバリアンの場合は、今レベル5ですよと。8100体のうち8100体は持ってますよと。そういったところがね、見ることができます。次が、試合中にいっぱい選んでいるキャラクターの数ですね。で、開いてみると、まずはトータルで388940回これまでキャラクターを試合中に選んできたそうです。ちょっと面白いね、これ見るの。はい。で、そのうち、まあ、ノーマルキャラが18万体でっていうところで、まあ、試合序盤2分間あってね、ノーマルキャラ集めやすいので、そりゃノーマルキャラが多くて、スーパーレアっていうのはね、最後の最後取り切れず終わるっていうところもあったりするので、まあ、そういった割合が、表示されています。で、下を見てみると、こんな感じでキャラクターごとに表示されているってところで、まあ、バーバリアンを一番使っているプレイヤーなんだなっていうのがわかると思います。でも、この辺はね、スクバス 1.0 からの名残とかを受けてるので、スクバス 1.0 はね、マジでバーバリアン最強だったんで、基本バーバリアンが上に来ているし、みたいなところですね。で、もう一点押さえていただきたいのが、最近登場したキャラクターっていうのは、それは自然とね、使う回数少ないっていうのがあるんで、その辺もね、データとして偏りはあるというかね、一つのね、参考になると思うんで、見てみてください。で、ここに、まあ、他の見方っていうのがあって、サプライヤーが一番多いっぽいですね。まあ、旅商人、ラフス、メイビスグレッグ、このあたりはもうほぼほぼ、やっぱね、絶対試合には、編成には入れてくるので、まあその辺の割合が多くなってくるのも当然かなと思いつつ、こういった感じで見ることもできますよね。で、この横のところが遠距離キャラと近距離キャラっていうところで、次見ていきましょう。ここは今持っているなんかアイテムの数とかを見ることができます。メインっていうところは、まあ、倍チケットの数が表示されていますね。それぞれ、2倍チケット何枚持ってますよとか、ヒーローポイント何個持ってますよとか、この辺はね、非常に、まあ、視覚的にパッと分かりやすいですね。まあ、特に倍チケットなんかはね、パッと見やすいと思います。で、イベントっていうところが、まあ、イベントで稼いだ数ってところで、まあ、この辺ちょっと注意書きが書いてあるんですけど、イベント終了時に持ってた数っていうのを表示してるっぽいですね。なので、前回のトランスフォーマーコラボがですね、最後あって、その時に7697個持ってイベント終了したので、それが表示されていると。で、ここに書いてあるんですけど、ピニャータとやみつきランはなんか都度更新されるっぽいですね。イベントが来ると。なので、今ピニャータっていうのは0で、落ち着いています。で、ジェムパスっていうところがエメパスになります。はい。今、真っ白のエメパス状況としては、29の段階で止めていると。そして、まだね、有料分購入してないので、有料分は空いていないと。まあ、この辺は別にゲームから見れるのでどうっていうところはないんですけどね。で、最後、エモート。これはスタンプの数ですね。スタンプは235分の299開放するっていうところですね。まあ、スタンプ集めガチ勢いるんでね。スタンプ集めガチ勢はね、ここ見て面白いと思うんです。真白は、あれですね、この辺の課金しないと手に入らない分とかは課金してないので、取ってないですし、あと、ロア金とかもまだ育成してないしってところはありますね。結構まばらではありますが、はい、そんな感じで。で、すべてね、項目見ることができました。で、次メインのところからね、1個横見ていきましょう。ここはね、その人のデータがね、見れるっぽいんだけど、ちょっとね、デイリーアクティビティみたいな感じで書いてありますけど、まあ、ちょっとまだ開発中なのかな。その辺は、はい、ご愛嬌というところがあると思うんですが、まあ、さっきのところ、もうちょっとね、細かく、試合に関して見れるところだと思います。まあ、さっきあった通り、全体の1位率とかも確認できますし、それがね、もうちょっと直近のデータとかで見れるっていうところがあるので、この辺開発追いついてくれたらめちゃめちゃ嬉しいなとは思います。応援していきましょう。で、その横の右っていうのが、ここはね、多分このサイトがなんか実績みたいなのを作ってくれてるっぽいですね。まあ、全部英語なんで、ちょっと各要約していただければと思うんですけど、経験値をね、集めた数はどれくらいですよみたいな。これくらい集めてみてはいかがですかっていうこの実績をこのサイトが作ってくれてるってところがあるので、まあこのね、実績をめっちゃコンプリートしてるからどうこうっていうのはあんまりないと思いますが、まあでもこういうのを作ってくれるのは嬉しいですよね、普通に。まあキャラクターを使った回数、2万5000回使ったらトレーダーマスターですよみたいな感じでね、
はい、実績を作ってくれてるんで、ぜひ見てみてください。まあちょっと面白いよね。まあどれだけ遊んでるかっていう一つの指標にはなると思うんで、ホットシューターの使った回数とか、まあ種族別にね、見れたりとかで、まあいろいろデータありますが、はい、気になる方は見てみてください。というところが、まあこのサイトのプロフィールの見方になってきます。まあ大体、まあゲーム内で見れるところもあれば、このサイトの方が見やすいなっていうところもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は、スクワットトラッカーというね、攻略サイトを紹介させていただきました。まあちょっとね、長い動画になってると思いますが、最後まで見ていただきありがとうございます。まあ知っといて損はないサイトだと思うし、データもちゃんとね、正確で、このゲームのね、プロフィールの方から比較してみてください。確かに21,447試合ね、遊んでるっていうのは正確だと思うし、はい、というところで、まあ、知っておいて損はないのかなと思います。で、今も開発途中で、この Wiki とかね、これ多分、スクバスの細かいデータ、まあ、このページにはこういうことを表示しますよっていうのがね、書いてあったりとか。で、この e スポーツなんかもね、スクバスコミュニティの方である大会情報とか、そういったのも記載する予定みたいなのをね、ちらっと見たので、まあ、この辺はまだね、開発中ってところあるんですけど、はい、ぜひ、チェックしておいて損はないと思うし、またなんか動きありましたらね、見ていきたいですね。このメタスタッツってところがね、また別動画で紹介できればと思うんですけど、まあ、データをね、細かく見れたりする、環境調査とかに役立ったりするので、この辺もちょっと注目しています。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も